レッスン1、空港のセキュリティ。フライトが呼ばれるまでゲートで待ちますが、いつも面白い体験です。絶対に。他の乗客が飛行機に搭乗するのを見ると、期待が高まります。はい、セキュリティを通過すること自体がかなりの冒険になり得ます。本当にできます。その過程ではいつもワクワクと不安が入り混じって感じます。まさに、必需品をすべて用意しておくと、ストレスを和らげることができます。確かに。ゲートに向かう前に必ず搭乗券と身分証明書を再確認します。それは賢い。空港にいる時の時間と手間を大幅に節約できます。さらに、待っている間、リラックスして軽食を楽しむ時間が増えます。はい、空港でのピープルウォッチングが大好きです。面白い旅行者がたくさんいます。レッスン2、映画の参考文献。2人の小さなイギリス人の子供が映画に登場し、観客の心を捉えます。はい、ジュリーはエミリーのアメリカ化など、他の多くの映画にも出演しました。それは定番です。これらの初期の役割がどのように彼女のキャリアを形成したかを見るのは魅力的です。絶対に。彼女はキャラクターに深みをもたらし、親しみやすく、記憶に残るものにしました。子役が若い時にそういう感情を伝えることができるのは印象的だと思います。はい、それらの役割を効果的に処理するには、多くの才能と成熟度が必要です。彼らが人生の早い段階でどうやって名声のプレッシャーに対処しているのかしら。それはやりがいのあることであるに違いありませんが、彼らにとって素晴らしい機会を開くことにもなります。彼女の映画をもっと見てみましょう。女優としての彼女の活躍を見てみたいです。教訓3、汚職問題。汚職は、企業が業界の他の企業と競争する能力を著しく損なう可能性があります。それは深刻な問題だ。会社だけでなく、経済全体にも影響します。まさに、汚職が蔓延していると、イノベーションと公正な競争が阻害されます。それが企業や機関への信頼をいかに損なうかを見るのはがっかりします。絶対に、汚職を食い止めるための重要なステップの一つは、透明性を促進することです。はい、透明性は個人の行動に対する説明責任を果たすのに役立ちます。また、倫理的な行動が評価され、報われる文化を作ることも不可欠です。同感です。汚職の影響についての教育と認識は非常に重要です。私たちの分野の倫理的実践にどのように貢献できるかについて、より多くの戦略について話し合いましょう。レッスン4、文化の豊かさ。日本には、豊かな文化と歴史がありながら、美しい風景があります。絶対に。自然の美しさと文化遺産の融合は本当に魅力的です。はい。静かな庭園から賑やかな街の通りまで探索することがたくさんあります。どの地域にも独自の伝統やお祭りを体験できるところが気に入っています。まさに、何世紀にもわたって守られてきた習慣について学ぶのは魅力的です。史跡を訪れることで文化への理解がさらに深まると思います。間違いない。それぞれの場所には、私たちを過去につなぐ物語があります。地元の習慣に浸り、本格的な日本料理を試すのが待ちきれません。私も、日本の魅力をすべて体験する旅を計画しましょう。レッスン5、個人の自由。個人として、私たちは今でも個人の自由やその他の人権を信条としています。
絶対に。これらの原則は、公正で公正な社会の基本です。はい、彼らは人々に自分自身を表現し、人生で自分の道を追求する力を与えます。同感です。経歴に関係なく、すべての人のこれらの権利を保護することが不可欠です。まさに、人権を守ることは、個人の尊厳と尊敬の念を育みます。また、多様性を奨励し、様々な声を聞いて評価できるようにします。コミュニティでこれらの権利を擁護する方法について話し合いましょう。どうすれば一緒にポジティブな影響を与えることができるかを探求できることにワクワクしています。はい、私たちが信じていることのために立ち上がることは私たちにとって重要です。レッスン6、歴史的洞察。道年前に言われたように、剣で描かれたので、今でもそうであるに違いありません。それは力強い声明です。それは紛争と闘争の永続的な性質を反映している。はい、歴史を通じて、剣は権力、権威、そして時には抑圧を象徴してきました。絶対に。アーティファクトが過去の文明の物語を語ることができるのは興味深いことです。これらの歴史的背景を研究することは、私たちの現在を理解するために不可欠だと思います。はい、過去から学ぶことは将来に向けてより良い選択をするための指針となります。今日、これらの歴史的物語とその意味について詳しく見ていきましょう。素晴らしいアイデアです。歴史を掘り下げると人間の行動に関する貴重な洞察が得られます。こうした歴史の教訓が今の私たちの生活にどのように応用できるのか、とても楽しみです。レッスン7、おいしい期待。掘り下げるのが待ちきれません。食べ物は絶対に美味しそう。私も、このレストランに注文することに決めてよかったです。すべてが素晴らしく聞こえます。はい、彼らの専門分野について素晴らしいことを聞いたことがあり、プレゼンテーションは素晴らしいです。本当にそうです。今まで食べたことのない新しい料理を試すのはいつもワクワクします。同感です。外食で好きなことの一つは、いろんな料理を探求することです。さらに、食事を共有することで、体験がさらに楽しくなります。絶対に、絆を深め、長続きする思い出を作るのに最適な方法です。一口一口味わって、思いっきり味わいましょう。はい、素晴らしい食事と素敵な夜を過ごしましょう。レッスン8、フィットネス施設。残念ながら、ホテルのジムではフィットネスクラスは提供していません。少し残念ですが、近くに代替品が見つかると思います。はい、地元のジムの多くは1日パスを提供しています。これは良い選択肢かもしれません。それは本当です。旅行中もワークアウトのルーチンを続けていけるといいですね。絶対に、アクティブでいることで、元気が出て、探検する準備が整います。さらに、ジョギングやハイキングなどのアウトドアアクティビティも素晴らしいトレーニングになります。はい、エクササイズをしながら新鮮な空気を楽しむのはいつもおまけです。時間があれば、近くの公園や遊歩道をチェックしてみましょう。素晴らしいアイデアです。健康を維持しながら新しい場所を探索するのは完璧な計画のようです。レッスン9、夕食の予約。皆さん、夕食の予約が途切れてしまいました。これからどうしますか？それは残念だ。落ち着いて、他に食事ができる場所がないか見てみよう。はい、とにかく私たちを収容できるかどうかレストランに尋ねることができます。それはいい考えだ。少し待たせても、時々彼らは私たちを収めてくれます。まさに、
そうでない場合は、いつでも近くのレストランを探してバックアップオプションを探すことができます。はい、この辺りには素晴らしい場所がたくさんあります。ただ、柔軟性が必要なのです。早速口コミをチェックして、美味しい食事を楽しめるお店を見つけましょう。素晴らしい計画です。きっと空腹を満たす美味しいものが見つかるよ。さあ、思いがけないディナーアドベンチャーに出かけましょう。レッスン10、自然探検。私たちは立ち止まって、春の野生の花を見ました。とても鮮やかで美しかったです。はい、素敵な光景でした。自然には私たちの気分を高揚させる方法がありますよね。絶対に。花の色と香りはとにかく魅惑的でした。そして、石の上を歩いて小川を登ったことがさらに楽しくなりました。はい、冒険的な感じがして、ハイキングのワクワク感が増しました。このような自然を探検するのが大好きです。日常から逃れる爽快な気分になります。間違いない。一歩一歩が新しい発見と大切にする瞬間をもたらします。一緒にもっと自然のスポットを探索することを伝統にしましょう。全力でやるよ。大自然の中での冒険がもっとたくさんありますように。レッスン11、大統領の見解。大統領がホワイトハウスの中楼玄関から見えるのは、おそらく輝く街だけでしょう。それは美しい画像です。毎日見るにはかなりの光景に違いない。はい、そして彼の牧場のベランダからは、彼は別の種類の美しさを体験することができます。様々な視点が指導者の国のビジョンにどのように影響するかは興味深いことです。絶対に、賑やかな街と穏やかな風景のコントラストが印象的です。これらの見解は、リーダーシップに関する多くの決定や反省を促すものだと思います。まさに、リーダーにとって、都市部と農村部の両方の経験を理解することは重要です。はい、その意識を持つことで、誰にとってもよりバランスの取れた政策につながる可能性があります。環境が私たち自身の生活の視点をどのように形作るかを議論しましょう。レッスン12、ペットリラクゼーション。いい感じだね。ペットたちもリラックスできる場所があればありがたいと思うでしょう。絶対に。彼らのために居心地の良いコーナーを作ることは、私たちがどれだけ気にかけているかを示しています。家でのちょっとした調整が子供たちの快適さと幸せを高めることができるのが大好きです。はい、ペットは安全で安心できる環境で育ちます。柔らかいベッドや温かい毛布がこんなに違いを生むのは驚くべきことです。完全に同感です。リラックスできる空間を持つことは、彼らの健康にとって不可欠です。また、子供たちを楽しませるためにおもちゃもいくつか用意しましょう。素晴らしいアイデアです。彼らの心をつかむことは、彼らに快適な場所を提供することと同じくらい重要です。一緒にエリアを作るべきだと思います。楽しいプロジェクトになるかもしれません。レッスン13、没入型体験。ああ、前に試したことがありますが、全く別の世界にいるように感じました。それは信じられないですね。どんな没入体験をしたんですか？それは私を素晴らしいファンタジー風景に連れて行ってくれたバーチャルリアリティアドベンチャーでした。うわぁ、ずっと VR を試してみたいと思っていました。とても魅力的でリアルなものに違いありません。本当にそうです。このテクノロジーにより、周囲のことを忘れて、その場にいるような気分にさせてくれます。あんな風に新しい世界を探検するのがどんなにスリリングか、想像するしかありません。はい、映画の一部のようで、その一瞬一瞬が大好きでした。一緒に体験できる VR 体験を見つけましょう。とても楽しいと思います。
私はそれが好きだ。新しい現実を一緒に探求することは、起こるのを待っている冒険のように思えます。レッスン14、グレースの活動。グレースは後で泳ぐ予定で、とても興奮しています。それは素晴らしいですね。水泳はアクティブで楽しい時間を過ごすのに最適な方法です。はい、彼女はその後友達とボードゲームもするつもりです。エクササイズとリラクゼーションの完璧な組み合わせのようですね。まさに、友達といろんなアクティビティを楽しめるのはいいですね。私は彼女がとても幸せになるのを見るのが大好きです。社交は彼女の気分を本当に高めます。彼女にとって身体活動と余暇のバランスを取ることは重要です。完全に同感です。近々ゲームナイトを計画しよう。一緒に楽しみたいな。入るよ。充実した時間を一緒に過ごすには素晴らしい方法になると思うよ。レッスン15、新鮮な食材。私は新鮮で旬のものを選びます。味が良くなる傾向があります。絶対に。新鮮な食材が料理に大きな違いをもたらします。はい、季節外れの農産物に比べて風味が豊かで食感も良いです。完全に同感です。さらに、地元で購入することで農家を支援し、二酸化炭素排出量を削減できます。まさに、それは私たちの味覚とコミュニティの両方にとってお互いに有利な状況です。今週末はファーマーズマーケットに行って新鮮な食材を買いだめすべきだと思います。それは素晴らしいアイデアのようですね。様々な屋台やオプションを探検するのが大好きです。そうですね。美味しいものを買いながら一緒に過ごすのも楽しいお出かけですね。何か見逃さないように入手したいもののリストを作成しましょう。レッスン16、カスタマーサービス基準。このポリシーでは、従業員は全員10フィート以内にいるすべての顧客に挨拶する必要があります。それは素晴らしい基準です。入館したすべての人を歓迎する雰囲気を作り出します。はい、関係構築におけるカスタマーサービスの重要性を強調しています。完全に同感です。フレンドリーな挨拶は体験全体にポジティブな雰囲気を与えることができます。到着した瞬間からお客様に大切にされ、感謝されていると感じてもらうことが不可欠です。絶対に。このアプローチは顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。このポリシーを実装することで、全体的なショッピング体験を大幅に向上させることができると思います。はい。従業員が顧客との関わりを深めるきっかけにもなります。このようなサービスを自分たちの職場環境でどのように促進できるかを話し合ってみましょう。レッスン17、カナダのスポーツ誌。当時の最も有名なカナダ人アスリートは、1855年に生まれ、1908年まで活躍したネット・ハンロンでした。それは面白い。彼のことは聞いたことがある。彼は野球に多大な貢献をした。はい、彼は素晴らしい選手で、キャリアの中でいくつかのチームを管理したことさえありました。彼がカナダのスポーツの形成に貢献し、永続的な遺産を残したことは驚くべきことです。まさに、彼の功績は多くの次世代のアスリートに影響を与えました。スポーツ界の歴史上の人物について学ぶのが大好きです。彼らはしばしば魅力的な話をしています。はい。その影響は、今日私たちが楽しんでいるスポーツにもまだ感じられます。カナダのスポーツの歴史を深く掘り下げてみましょう。探求すべきことがたくさんあります。私はそれが好きだ。私たちのスポーツ遺産を理解することは重要であり、豊かにもなります。レッスン18、プランの設定。念のためいきますが、
覚悟しておいた方がいいと思います。同意しました。事前に日付を決め、必要な手配をしておきましょう。はい、計画を立てることで、すべてがスムーズに進み、何も見逃さないようにすることができます。まさに、明確な計画があると、体験をより楽しみやすくなります。この間に何を達成したいのかについても話し合うべきだと思います。それは素晴らしいアイデアです。目標を設定することで、集中力とモチベーションを維持できます。目標と含めたい具体的な活動を書き留めておきましょう。はい、こうすることで、進捗状況を測り、成果を祝うことができます。これにはワクワクするよ。きちんと整理されたアプローチは、思い出に残る体験になるでしょう。レッスン19、写真のテクニック。それは印象的です。写真を編集していますか、それとも自然なままにしていますか？普段は色や照明を強調するために少し編集しますが、自然な見た目の方が好きです。完全に理解できました。キャプチャした瞬間の信憑性を維持するのはいいことです。まさに、私の写真には自分が経験した本当の美しさを反映させたいと思っています。編集は素晴らしいツールですが、無理をしないことが重要です。はい、元のイメージの本質を保つためには、そのバランスを見つけることが重要です。あなたのアプローチは、あなたの写真をより本物らしく親しみやすいものに感じさせると思います。ありがとう。私は自分の視点をレンズを通して自然な方法で共有することを楽しんでいます。近々、写真撮影の日を計画しましょう。あなたのテクニックを学びたいです。レッスン20、パーティータイム。もちろん、テレビが修理できない場合は、交換品を用意します。それは聞いて心強い。あなたがカスタマーサービスを真剣に受け止めていることを知って嬉しいです。絶対に。私たちは、誰もが手間をかけずに体験を楽しめるようにしたいと考えています。感謝するよ。何か問題が発生した場合に解決策があることを知っていると、大きな違いが生まれます。はい。お客様にご満足いただけるよう、迅速な解決策を提供することが重要だと考えています。それが正しいアプローチです。これにより、顧客とその時間を大切にしていることがわかります。まさに、選択肢について全員に明確に伝えるようにしましょう。私が手伝うよ。お客様への情報提供は、信頼を築くための鍵です。力を合わせれば、誰もが大切にされていると感じられる環境を作ることができます。レッスン21、パンの買い物。パンはどう？はい、食事には全粒粉パンが必要です。全粒小麦は素晴らしい選択です。白パンよりもヘルシーで栄養素が豊富です。まさに。さらに、素晴らしい食感と風味があり、多くの料理を引き立てます。サンドイッチやトーストにボリュームのある要素を加えるのが大好きです。はい、アボカドやピーナッツバターを添えた朝食に最適です。絶対に、ベーカリー売り場から焼きたてのパンを用意しておきましょう。いいアイディアだ。焼きたてのパンはいつも美味しく、食事を引き立ててくれます。外はサクサク、中はふんわりしていて、とにかく美味しいです。お店に行って、その週必要なものをすべて手に入れましょう。レッスン22、ベーキングを楽しむ。サクサクの皮はもう味わえます。私の意見では、これが一番です。完全に同感です。皮がしっかりしていれば、一塊のパンが作られることも壊れることもある。はい、噛んだ時の食べ応えのある歯ごたえは、たまりません。そして、キッチンに漂う焼きたてのパンの香りは、まさに天国のよう。
絶対に、とても温かく居心地の良い雰囲気を作り出しています。様々なレシピを試して、クラストがどうなるかを確認するのが大好きです。それが楽しい部分です。試行するたびに独自の結果が得られます。はい。美味しい出来上がりを友人や家族と共有できるのはワクワクします。一緒に焼いて、食欲をそそるお菓子を作るのが待ちきれません。レッスン23、居心地の良い宿泊施設。宿泊施設の選択肢の選択は印象的です。間違いない。シーサイドヘブンには、居心地がよく快適な居心地の良い客室があります。はい、海が見える場所に泊まるというアイデアが大好きです。リラクゼーションに最適で、波の音がとても落ち着きます。まさに。さらに、ビーチに近いため、楽しいアクティビティに簡単にアクセスできます。朝日を眺めながらバルコニーでモーニングコーヒーを楽しむことはもう想像できます。それは楽しそうですね。できるだけ早く宿泊を予約するようにしましょう。絶対に。くつろげる居心地の良い場所は、私たちの旅をさらに楽しくします。リラクゼーションと冒険に満ちた完璧な休暇を楽しみにしています。レッスン24、熱帯魚。水槽の周りを魚が泳いでいるのを見ました。色がとても鮮やかでした。そこで働いていた女の子は、熱帯魚で、見た目も美しいと言っていました。絶対に。熱帯魚は鮮やかな色と独特な模様で知られています。はい、それぞれの種には独自の魅力があり、観察するのはとても魅力的です。彼らが水の中を滑るのを見ているだけで何時間も過ごせました。私も、生命と美しさに満ちたミニチュアの水中生態のようです。一緒に水族館に行くべきだと思います。楽しい経験になると思います。私はそれが好きだ。海洋生物を探索することはいつもエキサイティングな冒険です。海の素晴らしさを楽しめるように、すぐに訪問の計画を立てましょう。レッスン25、絵画のメリット。これまで絵を描くことはあなたにどのような恩恵をもたらしましたか？長い一日の後にリラックスしてくつろぐのに役立ち、信じられないほど貴重だと思います。それは素晴らしい。絵画のようなクリエイティブな手段は、セラピーにもなり得ます。まさに、自分の気持ちや考えを視覚的に表現することができます。さらに、日常生活のストレスから解放される素晴らしい方法です。はい、色やブラシストロークに没頭することは私に喜びをもたらします。それがあなたにとって心を落ち着かせる儀式になるのがわかります。絶対に。どのセッションも私の心の中ではちょっとした休暇のように感じます。一緒に絵を描く時間を作ってみましょう。絆を深め、想像する楽しい方法になるかもしれません。レッスン26、専用ワークスペース。自宅に専用のワークスペースを作ることが重要です。絶対に。特定の領域を持つことは、集中力と生産性を向上させるのに役立ちます。はい、それは仕事と私生活の間に明確な境界線を設定します。これは不可欠です。仕事関連の作業専用に部屋の隅を指定する予定です。それは素晴らしいアイデアのようですね。きちんと整理された空間は創造性を刺激します。まさに、魅力的で快適なものにするために、個人的なタッチをいくつか加えます。私も同じことをすると思います。快適な環境が大きな違いを生みます。はい、お互いに励まし合って、スペースを整頓して、すっきりさせましょう。専用のワークスペースがどのように生産性を向上するのか楽しみです。
レッスン27、ミニマリストデザイン。それは魅力的に聞こえます。ミニマリストデザインの重要な要素にはどのようなものがありますか？さて、ミニマリズムはシンプルさと機能性を強調し、多くの場合ニュートラルカラーを使用します。はい、落ち着いてすっきりとした雰囲気を作り出す方法が大好きです。まさに、ミニマリストなスペースは、多くの場合、すっきりとしたラインと居心地の良いオープンスペースが特徴です。この設計思想が私たちの環境における注意散漫の軽減につながっていることに感謝しています。はい、無駄に散らかることなく、本当に重要なことに集中できます。ミニマリストの要素を家に取り入れると、気分がリフレッシュできると思います。絶対に、私たちのスペースにもっとミニマリストな雰囲気を作り出すためのアイデアを探りましょう。シンプルで整理整頓できることにワクワクしています。それが大きな違いを生むでしょう。レッスン28、あなたのアートジャーニー。もう絵を描き終えましたか？いいえ、まだです。私はまだ自分のスキルを磨いていて、様々なテクニックを試しているところです。それは全く問題ありません。学習の旅は最終段階と同じくらい重要です。まさに、それぞれの絵は自分を成長させ、創造的に表現する機会です。あなたの向上への献身には感心します。それはあなたの芸術への情熱を示しています。ありがとう。練習は進歩につながり、最終的には習得につながると信じています。一緒に絵を描く時間をとっておきましょう。あなたの旅が展開するのを見たいです。本当に楽しんでるよ。経験を共有することで、一層やりがいのあるものになります。私たちの芸術活動でお互いをサポートし合おう。レッスン29:0、旅の抱負。近々、他の国へ旅行しようと思っています。実は私もそれを考えていました。旅行はとても豊かな経験になり得ます。絶対に、新しい文化を探求し、様々な人々と出会うことはいつもエキサイティングです。同感です。それは私たちの心を開き、世界の多様性を理解するのに役立ちます。行きたい特定の目的地はありますか？私は豊かな歴史と美しい風景のある国に傾いています。パーフェクトですね。いくつかのオプションを調べて、一緒に冒険の計画を立てましょう。全力でやるよ。旅行の計画は、旅そのものと同じくらい楽しいものです。はい、この旅を私たち2人が楽しみにしているものにしましょう。レッスン30、パーティープラン。パーフェクト。今度の週末の午後7時はいかがですか？それは誰にとってもうまくいくはずです。いいですね。必ず招待状を送って整理しておきます。素晴らしい。週末の夜はパーフェクトです。というのも、人々はよりリラックスして対応できる傾向があるからです。長い1週間の仕事の後に誰もがリラックスできます。夜中みんなを楽しませるようなアクティビティを計画すべきでしょうか？絶対に。ゲームや楽しいトリビアセッションで物事を盛り上げることができるかもしれません。私はそのアイデアが大好きです。人々を結びつけるような魅力的なアクティビティがあるのはいつでもいいことです。はい。みんながリフレッシュできるように、軽食や飲み物についても考えるべきです。すべてがスムーズに進むように準備する必要があるもののリストを作成しましょう。レッスン31、ペットコンフォート。いい感じだね。ペットたちもリラックスできる場所があればありがたいと思うでしょう。絶対に。
彼らのために居心地の良いコーナーを作ることは、私たちがどれだけ彼らの快適さを気にかけているかをそのような示しています。小さな調整が彼らの幸せと幸福をどのように高めることができるかが大好きです。はい、ペットは安全でリラックスできる環境で育ちます。柔らかいベッドや温かい毛布がこんなに違いを生むのは驚くべきことです。完全に同感です。彼らに安全な空間を提供することは彼らの健康にとって不可欠です。また、子供たちを楽しませるためにおもちゃを用意することも考えてみましょう。それは素晴らしいアイデアです。心をアクティブに保つことは快適さと同じくらい重要です。このエリアを一緒に作るべきだと思います。私たちにとって楽しいプロジェクトになるかもしれません。レッスン32、没入型体験。ああ、前に試したことがありますが、全く別の世界にいるように感じました。それは信じられないですね。どんな没入体験をしたんですか？それは私を不思議に満ちた幻想的な風景に連れて行ってくれたバーチャルリアリティの冒険でした。ずっと VR を試してみたいと思っていました。とても魅力的でリアルなものに違いありません。本当にそうです。このテクノロジーにより、周囲のことを忘れて、本当にその場にいるような気分にさせてくれます。そんな風に新しい世界を探検できたらどんなにスリリングになるか想像するしかありません。はい、映画の一部のようで、その一瞬一瞬が大好きでした。一緒に体験できる VR 体験を見つけましょう。とても楽しいと思います。私はそれが好きだ。新しい現実を一緒に探求することは、起こるのを待っている冒険のように思えます。レッスン33、看護師の組織化。ラッセルが政府にフローレンス・ナイチンゲールの申し出を受け入れるよう強制したことをご存知ですか？クリミア半島への看護師の派遣を依頼しました。はい、それについて読んだことがあります。戦争中、彼女の決意が看護と医療の流れをいかに変えたかは驚くべきことです。絶対に。彼女の努力は兵士の生活を改善しただけでなく、看護を尊敬される職業として確立しました。完全に同感です。フローレンスは時代を先取りし、医療における訓練を受けた看護師の重要性を強調していました。まさに、彼女の仕事は現代の看護実践と教育の基礎を築きました。一人の人の奉仕へのこだわりが、いかに社会に大きな変化をもたらすかを見るのは刺激的です。確かに、彼女の遺産は、今日も医療従事者に影響を与え続けています。困難な状況でも、私たちが信じていることを提唱するよう促してくれる彼女の話が気に入っています。間違いない。地域社会の医療イニシアチブを支援することで、彼女の貢献を称えましょう。レッスン34、ショッピングのアイデア。私はそのアイデアが好きです。品揃えの豊富なお店を知っていますか？はい、街には洋服から家庭用品まで様々な選択肢を提供する素晴らしい店がいくつかあります。パーフェクトですね。必要なものがすべて一箇所で見つかる買い物が大好きです。私も、時間を大幅に節約でき、体験がより楽しくなります。まさに。さらに、様々なセクションを探索したり、新しいアイテムを発見したりするのはいつも楽しいです。絶対に。時々、自分が必要だとは知らなかった、思いがけない宝物を見つけることがあります。完全に同感です。行きたいお店のリストを作って、買い物の計画を立てましょう。素晴らしいアイデアです。一緒に何が見つかるか楽しみです。私も、良い仲間がいると、買い物はいつももっと楽しくなります。